盆栽クラブ東京のゆうひです。今日はここ茨城県阿見町にある盆栽園ツリーハウス盆栽にやってきました。ここのオーナーアダム・ジョーンズさんは日本盆栽協会から正式に認定を受けた唯一のアメリカ人プロ盆栽師です。西洋の感性、そして日本の文化に対しての深い敬意が込められたこの施設のデザイン、そして作品たち、今日はそんなアダムさんの世界にたっぷり触れてみたいと思います。はい、こんにちは。アダムさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいですね。いやいや、どうぞどうぞ一緒に行きましょうか。よろしくお願いします。これ今年作ったんですか？はい。寄せ植えですか、これは？そう、寄せ植え。これが株立ちのゴヨマツだけど、そのゴヨと添えでもみじ一緒には面白いと思います。これもみじと松です。添えがもみじ。同じ種類はそれは普通ですね。あんまり見ないかもしれないです。もみじと松の寄せ植え。昔私の親方のおじいさん、加藤そぼろさんがこの違う種類の寄せ植えは作りましたけど、育て方は難しい。種類が違うからですね。水やりは違うと太陽が違うから。確かにそうですね。アダムさんのこのツリーハウス盆栽は、その小白、雑木類、どっちが比率は多いですかね？今はだいたい半分半分ですね。両方ですね。はい。でもこのところが小白が多い、太陽が強いのところ。向こうで雑木が置く場所があります。あっちにですか？はい。ここは日差しが結構当たるところですもんね。そうですね。これカラマツですか？はい。これは冬落葉するんですよね。そう。はい。そう、マスで唯一ね、落葉する種類。株立ちでこんな古いの、僕カラマツ初めて見ました。ちっちゃいのばっかり。そう。古いものは少ない。日本で。アダムさんすごいですね。ここの土地は綺麗で広いし。いや、そうですね。気持ちがいいです。場所がありますから、わざとその棚の間は広いスペースがありますね。あんまりこうぎゅうぎゅう詰めだとお客さんも見にくいですよね。そうですね。この木の幹と骨が綺麗けど枝はまだ若い。このものついたばかりから何年前？多分4年前ぐらい？4年前ぐらいにここに枝をつけたんですね。はい。そこに枝を継ぐ目的は何ですか？枝を増やすためですか？はい。この枝を古いから新芽が出ない。ここからは出ない。皮がありますから。はい。そこに新たに芽を継ぐんですね。はい。ここはすごくいいですもんね。ここの部分。ここはもう変えられないし。ですね。模様着っぽいみたいですね。本当に模様着。味があります。綺麗な形。立ち上がりは綺麗けど。そっかそっか。でも継いだ枝はまだ若いし、これからどんどん良くなっていくそうですね。このものまだまだ。アダムさん、この広い敷地の中でお気に入りの場所ってあるんですか？はい。ここにも棚場があるんですね。すごく綺麗と思います。ここいいですね。本当だ。後ろは建物でね。この木が将来の夢がありますね。私の木ですね。アダムさんの夢。そう、預かり物じゃない、売り物じゃない、私の木。すごいですね。これは種類は何ですか？当初。図書。はい。図書。なんでこんな字になるんですか？そうですね。すごいじゃない？この木は何年前？多分4年前ぐらいはもらった。
それから、まだまだ若いですね。この若いです、確かにね。ここからですね。将来この天シャリと頭、これが差し枝。このものを切って、このシャリがよく見える。でも差し枝はこのところをもうちょっと大きいになったら、この枝ですね。バランスとそのシャリと差し枝、両方側はバランスが必要ですね。まだまだ。この枝がもっともっと展開してくるんですね、こっちに。私は硬いの重いの強いな盆栽、あまり好きですね。細いの女性みたいな線が大事な木が好きですね。アダムさんの好みなんですね。そう文人木っていうことですか？そう、文人のもの。それは面白いと思います。すごい木です。こんな木はでもあまり見ないですね。この細さと背の高さ、あとはこの陣とシャリですね。この陣が珍しいですね。すごい楽しみですね、この木が。素敵な木がいっぱいありますね。いやまだまだ。この木はお客さんの預かり物ですけど、今年の国風出した。今年の国風、これ出てた木ですか？99回の今回のやつだ。ヒノキはこのグリーディングのもう一回ね、細いの線が確かに好きですね。この持ち主さん同じ気持ちがあります。細いのものは好きから合います。私たち仲良しからこの木。これどうなってるんですかね。そうですね。この幹を回ってグリーディングして頭に中にこう入ってるんですね。結んでるみたいな。すごいっすねこれ。アートですね。もうここまで来ると。そうですね。はい。もちろんその盆栽の昔からの形は決まってました。県外、文人、模様木。だけど、その形の中はいろいろ面白いな場所があります。アートみたいな。普通の盆栽はすくってそれはつまらないと思います。みんな同じ形になりがちじゃないですか。盆栽は教科書があるから、じゃあ文人はこうだし模様木はこうって決まってるじゃないですか。でアダムさんが修行に入られた万世園は歴史ある格式の高い盆栽のイメージが僕らもあるんですよ。そういうところに修行入った時に例えばこういうのじゃなくてもう教科書通りの盆栽を教わるんじゃないんですか最初は。そこで何かありましたか葛藤みたいなのは自分。そのものを立派な歴史のあるの真面目な木、それは大事。その盆栽の歴史、盆栽の気持ちがあります。将来までにそのものを続いての方がいい。でもその以外、時々自分の気持ちが使いたいですね。だから両方が大事。本当に真面目なものと遊ぶ。両方ともアダムさん大事にされてるんですね。はい。このツリーハウス盆栽にはいろんな種類の木がたくさんありますけど、中でもアダムさんのお気に入りの一本が見たいんです。ちょっとご紹介していただけますか？この木が私の2年前作りました。だから私の万世園のからその気持ちが大事なと思う。アダムさんが弟子入りしてたとこですもんね。最初の初めの入った時、その大きい石付き寄せ植えエゾマツが多いですね。すごく立派な珍しいな強いなもの。見たらびっくり。からそのもの大事と思います。難しいですね。からこの親と右流れとこの線が綺麗です。エゾマツは本当に綺麗ですね。細かくて。そうですね。独立から自分のところを立ったけど万世の心が必要ですね。この木で。アダムさんのお気に入りの一本ですね。15年前アメリカから来て最初は違う盆栽じゃなくて
英会話で仕事しました。日本に来て、はい、で盆栽を見たのも日本ですか？子供の時ベストキッドは有名な映画でありましたね。英語圏でその映画から盆栽の言葉は分かるから、でも本物とそのイメージが全然違うんですね。だから埼玉住んでましたの時、大宮盆栽町の近くの上尾住んでました。盆栽美術館行って、いや立派なものを見た。それが最初の出会いですか、盆栽？はい。盆栽町の周りはいろいろ園があります。芙蓉園と大樹園と万仙園。だから万仙園行った時、すごく立派な本当に珍しいものが見た。どうやってこの細かい小さいものをどうやってちょっと習いたかったから平尾さんにどうやってだから好きだったら自分の時間があれば来て手伝ってはいいよと言った私に。そこでその後何回も行くようになったんですか？そう週末に時間あった時ちょっと手伝って、それから本当に勉強したいから弟子になるできるかな、親方に来ていいよ。だからその英会話の仕事終わったら弟子になりました。5年間で弟子松園で勉強して。アダムさんの5年間の修行で大変だったことって何ですか？もちろん大変。弟子でしょ。英語圏の人と日本人が弟子の意味が皆さんはよくわからない。だから普通の考え方じゃない。弟子のイメージが、はい、先生と生徒さんが全然違う。親方と弟子は全然違う。最初は知らなかった。スチューデントのイメージですそうだけど全然違う。弟子は違いましたか？日本の文化、そのやり方、考え方ね。最初日本語話せなかった。こんにちは、どうもありがとうだけ。最初の2年間で耳は使いませんでした。意味わからなかったから。先輩か親方を手伝うの時、注文が意味わからない。言葉ですね。言葉わからない。から目を使って、例えば植え替えの時一生懸命考え、それは大変ですね。でもその後、日本語を勉強してだんだん意味分かって、その親方の説明がちょっとずつは意味分かるから。そうですよね。それが大変。とにかく目で一生懸命覚えたんですね。なるほど。師匠だった加藤隆弘さんから学んだことですね。アダムさん教えてもらったことで今も大事にしていることは何ですか？いや、盆栽と盆栽屋さんで仲良しが必要。木と会話するんですね。そう。木の心を切って一緒に一生懸命きれいなものをするの方がその木の意見を聞きながら作っていく。人と木で作品を作っていくんですね。そう。それ今でもアダムさんが心がけて作って作品にも現れてるんですね。ここの園の見どころを教えていただきたいんですけど。全部一つところから全部見えるじゃない。違うところ、違う部屋みたいですね。そう、全然見え方が違います。いろんなところから見ても全然景色が変わりますね、ここは。そう、それはわざとですね。そういうふうに作ったんですね。そう。楽しめます、いろんなところから。はい。お客さんがゆっくりで歩く、いろいろベンチが、椅子がありますから、いろんなところにありますね。ゆっくりで楽しんでくださいの気持ち。この盆栽っていうものを今後、通してどういう展望がありますか？お気持ちとしては。どんなことを伝えていきたいですか？盆栽はいろいろ夢がありますから、そうですね。できるだけ、もちろん綺麗なものを作りたい。できるかどうかわからないですね。一人だけじゃない。お客さん、持ち主さん、違うプロ、全部が必要ですね。一人だけできない。それが大事。アダムさんにとって盆栽とは一体何ですか？いやそれも深いですね。
とても深いと思います。でも盆栽はその自然の窓、本当に窓口。何でも見える盆栽で。アートだけど育ってから。ああ、なるほど。盆栽はただのアート作品ではなく、自然の移り変わりや命の尊さ、本当にいろんなものが見えてくるってことですね。車は全然違うでしょ。はい。それは道具。うん。でも盆栽は生き物から。命ですね。じゃあもう盆栽にはアダムさんのいろんなものが詰まってるんですね。盆栽は私の全部。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。